電子工作しないで光る自分だけのLチカバッジを作ろう。はい、皆さんこんにちは。ネコビットの川津です。今日はですね、こちらのLチカバッジのご紹介をしたいと思います。これはですね、LED がチカチカするバッジなんですけれども、Lチカっていうと電子工作の入門なんですけども、このバッジはですね、なんとハンダ付けの必要が一切ない Lチカになってます。つまりですね、部品とかがもう最初から全部載せられた状態になっているので、このまま、すぐにバッジになります。で、それだけだとつまらないので、このバッジを利用した、いろんな工作をですね、ちょっと紹介したいと思います。3D プリントした目のカバーが付属しているので、これを利用する方は接着剤や両面テープなどで付けてください。背面には電池ホルダーと電源スイッチ、点滅モードの切り替えボタンが付いています。電池について説明します。電池は CR2032 という電池を使います。これは100円ショップやホームセンターなど、いろんなところでですね、買うことができるので、それを準備してください。テスト用の電池が1つ付属しています。これのですね、プラスの方を手前にして、このスロットの中に普通に押し込んであげると、あとはスイッチを入れると、光ります。で、出すときはですね、手で押すだけだと最後まで出てこないので、なんか爪楊枝とかですね、ちょっと細長いものを使って押し出してあげると、このように出てきます。電池がなくなったらこうやって交換してください。全部で6種類の点灯パターンがあります。まずは明るい点灯と暗い点灯、それからだんだん明るくなって暗くなるを繰り返すフェードパターン、交互に点滅をするパターン、交互に点滅する速いパターン、数秒に一度瞬きをするパターン、以上の6パターンになります。この点灯モードはこの切り替えボタンを1回押すごとに次のパターンに変わります。ボタンを押してから次のパターンに変わるまで少し時間がかかることもあります。はい、そしてですね、ここからが本題なんですが、実はですね、このバッジの耳の部分、これですね、簡単に折り取ることができるんですね。なのでこれをですね、ペンチなどで折り取ってしまいましょう。折ったら断面が毛羽立っているので、ここは、金やすりなどで整えてあげてください。この基板というのはですね、ガラスエポキ式基板といって、ガラスが混じっているので、この粉をですね、ちゃんと捨てて、その辺にフーとかしないように気をつけてください。怪我の元になります。これをベースにして何かしらの造形をですね、くっつけてしまえばオリジナルのバッジができる。まずはガイドになる板を作りましょう。もちろん直接何かの樹脂や粘土、板などをつけてしまってもいいんですけれども、この穴の位置がずれると当然光が前に出てこないので、その位置をですね、ちゃんと合わせるためにこういうガイド板があるとやりやすいと思います。で、目の位置にマジックで印をつけたら、そこにキリやドリルなどを使ってですね、穴を開けて、それを当てに粘土や樹脂などの造形を作るとやりやすいと思います。そしたらですね、このガイドを使ってサイズをですね合わせながら
今回はですね、試しに紙粘土を使って造形を作ってみます。ざっくりとですね、形を作ったら、目の場所ですね。まず目の場所が大事ですね。目の場所にガイドを使って穴を開けましょう。で、絵の具なんかで色を塗っても面白いと思うんですけども、この時も絵の具がですね、LED の穴の前に膜になっちゃったりすると、光が前に出てこないので、穴の部分をですね、塞がないように気をつけて色を塗りましょう。そしたらですね、あとはもう好きな形を作って、好きな色に塗って、いろんなバッジを作ってみてほしいんですけれども、例えばですね、お湯丸みたいな、お湯につけると温めると柔らかくなるような不思議なやつ。あれですね。ああいうのを使って作ってもいいと思いますし、オーブンなんかで焼いて固めるオーブン粘土っていうんですか？あとは乾燥すると固まる樹脂粘土みたいな。ああいうのを使って作ってみても面白いと思います。紙粘土もそうなんですけども、コーティングがあまりされてないと粉を吹いてしまったりするので、そこはですね、上からスプレーをかけて封印してあげるといいんじゃないかなと思います。で、紙粘土なんかはですね、落下の衝撃なんかで崩れてしまうことがあるので、例えばですね、3D プリンターで側を作ってそれを被せるとか、フェルトで柔らかいカバーをつけて、それをくっつけてみても、これは、当然落下にも強いですし、なかなか面白いと思います。とにかくですね、本体にくっつけることさえできれば何だって構いませんので、で、これなんかはですね、プラ板の上に、電子部品のですね、余ってるやつを適当に上に置くだけなんですけどもね、LED がちょうど透過するので、いい感じに光るんですよ、これが。LED をもうレンズの代わりにして光らせるみたいな感じですね。ちょっとスチームパンクな感じがして面白いですよね。で、先ほども言いましたけれども、やっぱり目の場所ですね。LED の場所が塞がれていると全然意味がないので、粘土もですね、めちゃくちゃ薄いとかならいけるんですけども、基本的には前に穴を開けてあげるとかですね。3D プリンターでPLA で出力したものなんかだと1ミリぐらいの厚みだったらそこそこ光が透過するのを確認してます。透明樹脂なんかでやってみても面白いかもしれませんね。自分で作ったこのカバーと本体を接着する方法なんですが、これをですね、元から作るときにこのままこう埋め込むようにして作ってしまってもいいんですけれども、例えばですね、こういう接着剤を使ってそのままここに接着したりとかですね、あとはこのホットボンドとかグルーガンとか言われるやつですね、これを使って、ここにですねニューッと出してあげて、固定してもいいと思います。瞬間接着剤とかのサラサラした、接着剤を使うとですね、こっちのカバーの方がですね、完全に平面ではない場合は接着力が意外と弱いので、接着剤を使う場合はですね、結構この手の、粘土のある接着剤を使うとよくつくと思います。はい、そしたら実際に接着を一つやってみましょう。このですね、バッジのスイッチをオンにして光らせておいてください。じゃないとですね、場所がわかんないんです。で、光る場所をバッチリ合わせたら、裏返して、このグルーガンでですね、上からつけていきます。横から塗るだけじゃなくてですね、ちょっとだけ上にはみ出させておいた方が、多分
固定がちゃんとできるんですが、あんまりですね、盛りすぎると今度はですね、電池が出てこなくなったりするので気をつけてください。接着剤だと、つけた後にですね、しばらく圧を加えて、長時間固定しておく必要があるんですが、グルーガンだと冷めたらですね、もうすぐにほぼ固定されている状態になるので、簡単にやる場合はですね、グルーガンの方がおすすめです。ただグルーガン自体は、接着力がある素材ではないので、引き剥がす力に関してはですね、接着剤の方が抵抗力があります。グルーガンはこっち側にベリッという力が加わるとですね、結構あっさり取れるので、その辺は割り切りが必要だと思います。冷めたらバッチリ OK なので、あとは普通にバッジとして使ってもいいですし、どっかに飾ってもいいと思います。というわけでですね、電気的なものは全て出来上がっている自由度の高い電子工作が必要ない。プログラミングも必要ない。ハンダ付けも必要ない。だけど、オリジナルの光るバッジが作れる。この L チカバッジ、よかったら作ってみてください。ありがとうございました。